クリエイターズコンボにはめっちゃ入ってました。天満屋 TV。 こんにちは、天満屋のアナです。今回は最近ちょこちょこ工場見学をさせていただいてて、いろんなコメントいただくんですけども、たまにコメントいただくのが、カメラワークが悪いとか、ブレすぎて酔うとかいうコメントもいただいたりします。この辺はちょっとすごい申し訳ないんですけども、僕もこれを専門でやってなくて趣味でやってるんで、撮り方にを言われると申し訳なくて謝るしかないんですけども、確かに皆さんにコメントをいただいてる感じで、僕も編集してる時にちょっと今日めっちゃブレてるなとか一応気にはしてるんですけども、手持ちのやつもグッと脇締めて持ってても、やっぱりちょっと自分も初めて工場見学するもんやから興奮してファってなってしまったりとか、歩いてる時にバンバンバンってブレたりとかしてるんで、一応その前回カメラクーラーの動画でお話ししたみたいに、僕はソニーの ZV-1 っていうカメラ Vlog のカメラっていうんですかねを使ってて、4年ぐらいも使ってるんですけども、その中の機能で一応手ブレ補正みたいなのをついてて、しかもその手ブレ補正の設定を最大にしてるんですけども、やっぱり機械的に手ブレを補正するんじゃなくて、なんていうんですか、カメラ内でなんか手ブレ補正するみたいな感じで、ちょっと僕もようわからんですけど、そんな感じなので、限界はもちろんあるので、僕のこのめちゃくちゃの揺れを補正はしてくれないんですよね。なんでいいのないかなと思ってて、ずっとそれは思ってて、ただアクションカメラっていうんですかね、こんなちっちゃいカメラを何回か使わせてもらったりとかするんですけども、やっぱり画質がちょっと僕はあんまり好きじゃないくて、あともバッテリーの持ちとかも、アクションカメラで外でやりたいのにバッテリーの持ちがちょっと悪かったりとかして、僕の工場見学とかにするのにはあんまり実用性ないのかなと思って買う機会はなかったんですけども、前回の中国の砥石メーカーさんの工場見学をした時に、中国の方かな、台湾の方かな、なんか中国語みたいな感じでカメラが揺れすぎて気分が悪いみたいなことを書かれてて、それだけの人が結構多いんですけども、その後にオズモポケット3を買いなさいみたいな感じを一応日本語訳にしたら、なんかそんな感じの買いなさいみたいな感じであって、僕も調べてみたら、ちょっとなんか結構良さそうやって買おうかなと思ったんですけど、10万弱するんで、いやでもいるかなとか、ちょっともうなかなか高いなと思ってコメント欄で買ってくださいって言ったんですけど無視されて買っては欲しいなと、僕もその趣味でやってるんで、そんなにカメラに力入れるあれもないなと思って買ってくださいって言うんだけど、その後のコメントが返ってけえへんかったんで、あかんかみたいな感じやったんですけども、でもオズモポケット3っていうやつをちょっといろいろ調べてみたら、結構なんか良さそうやって買ってくれって言うときながら自分で買ってしまいました。それがこれです。 DJI っていう、YouTube とか、インスタとかで動画撮られる方なら結構有名なメーカーさんなのかなと思うんですけども、 DJI っていうメーカーでオズモポケット3っていうやつで、僕はこのクリエイターコンボっていうのを買ったんで10万弱、99,800円やったかな、 Amazon で買いました。普通にこのクリエイターコンボじゃなくてカメラとちょろっとした付属品だと8万弱、79,000円かなんかやったと思う、78,000円か79,000円やったと思います。結局その他もろもろ付属品がいるので、8万弱のやつを買うよりこの10万弱の99,800円のやつのこのクリエイターズコンボっていうのを買って、もうほんといろいろ入ってるんですけども、こんな感じでクリエイターズコンボにはこんだけ1,2,3,4,5,6,7,14個の付属品が入ってます。これは後ほど開けてからいろいろ見ていただきたいと思います。今回僕がこのオズモポケット3を買おうかなと思ったきっかけが、前回カメラクーラーの動画でお話したみたいに、僕が使っている今も撮影しているカメラがソニーの ZV-1 っていう4年ぐらい前に買ったカメラなんですけども、そのカメラのイメージセンサーっていう、カメラの心臓部なんですけども、それが1インチっていうサイズなんですよね。なんで
僕もあんまりカメラのこと詳しくないんですけども、そのイメージセンサーっていうやつがでかいのでいつも見ていただけるサイズですね。で撮影してるんですけども、それの中でもちょっとこう綺麗に表現できたりするやつで、でも他のそのアクションカメラやとそのイメージセンサーっていうのがちょっとちっちゃくて、その 1920×1080 の中でもちょっと画質が荒かったりとかして、なんかその僕が思ってる画質じゃないなと思って買わなかったんですけども、このオズモポケット3は今撮影してる ZV-1 と同じイメージセンサーのサイズが1インチっていうやつなので、おそらくその ZV-1 と同じような画質で撮れるので、工場見学とか外でZV-1 使ってて手ぶれするより、手ぶれもしないこのオズモポケット3でやると、そんなに研磨屋 TV の動画ちょっと外出てると汚いなとか思われないのかなっていう感じで購入しました。で先ほどお話しした手ブレ補正なんですけども、ZV-1 はカメラ内の機能で手ブレを補正してくれて、マックスで手ブレ補正を設定しててもなんかあんまり僕の思ってる手ブレがちゃんと補正されてない感じなので、これはなんか後で開けて詳しく説明するんですけども、カメラの周りにこういろんなモーターとか何軸かいっぱいついてるで、それがこう機械的に補正してくれるので、ちょっと動いてもこう取った位置をこうずっと、ぶれないようにこう機械的に手ブレを補正してくれるので、より手ブレ補正が効くのかなと思ってこれをちょっと買いました。じゃあ今から早速開けてみたいと思います。よろしくお願いします。シリカゲル、トリセツ DJI のステッカー、何枚入ってるの？結構いっぱい入ってる。いっぱい入ってました。 DJI のステッカー、クイックスタートガイド、 DJI のアプリのやつ、 QR コードですね。なんかアフターサービスの紙、多言語版、何よこれは。オズモポケット3のケースですね。これが本体のケース。もうこんな感じでバッグ、ポーチみたいな感じで結構コンパクトになってます。結構ギュギュやな。こんな感じで入ってました。で本体めっちゃちっちゃい、手のひらぐらいですね。でこれが画面ですね。めっちゃちっちゃいな。何これ、すげえ。サイズ感で言えば 140mm、 14.5 センチぐらいで、めちゃくちゃちっちゃくて、僕手ちっちゃいんであれなんですけど、手のひらサイズで、これが本体で、クリエイターズコンボなんで、これがマイクですね。マイク、クリエイターズコンボほんといろいろ入ってて、これは何や、これはこの下につけるハンドル兼バッテリーですね。これはミニ三脚、ハンドル兼バッテリーの下につけるミニ三脚ですね。これハンドル、これは普通についてるハンドルですかね。これにネジもついてるんで、さっきのミニ三脚もつけれる感じです。レンズ、広角になるレンズ、これマイクのマグネットって書いてるんですけども、どこにつけるの？これかな。これか。ここがちょっと鉄に立ってるんで、これにこう挟むんか。ちょっと後で使ってみます。マグネット、充電用とか伝送するための線、マイクにつけるモフモフ、モフモフで、オズモポケット3につけるストラップがで、全部ポーチないんで全部です、入ってました。こんな感じで本体合わせてポーチ、カバー、三脚、ストラップ、 USB ケーブル、マイクのマグネット、マイクのモフモフ、ウィンドスクリーンで、三脚立てるやつとハンドル兼バッテリーと広角カメラで、本体の12個ですね。はい、こんな感じでクリエイターズコンボにはめっちゃ入ってました。
ということで今からちょっと試してみたいと思います。はい、ということで今からオズモポケット3をちょっと使っていきたいと思います。でそれとあと別にこのオズモポケット3のクリエイターコンボとそれ以外に買ったのがもちろんこの SD カードですね。マイクロ SD カードを買いました。でなんかいろいろ調べたらこれが良さそうで、このサムスンのエボプラスとかいうやつが、4K も普通に撮影できて、で512ギガで、僕が買った時は Amazon で8000円弱7000いくらで買ったので、このサムスンのやつも推奨らしいので、これ安かったのでこれにしました。それとこのオズモポケット3のクリエイターズコンボには先ほどお話ししたみたいにこのマイクが1つついてるんですけども、工場見学の時僕にマイクとあと工場を紹介してくださる方用に、2人で使えるようにこのマイクも別で買いました。シリかけるトリセツこんな感じで、これに同じやつがついてて、でモフモフのウィンドスクリーンですね。風とか吹いてもこうゴーっていう風をマイクが拾わないような感じのウィンドスクリーンっていうやつと、でポーチにマイクの充電ケーブル USB タイプ A と USB タイプ C のやつですね。でポーチこれがついてました。これちょっとマイクもそこそこ高い、1個16,000円ぐらいするんですけども、これこの間 Amazon ちらっと買おうかなと思って見た時にタイムセールやってて11,600円ぐらいで買えて、ちょっと安かったです。今まで、今も使ってるんですけども、もともとこれですね、もともとこのシンコっていうマイクを使ってて、今撮影してる時なんで受信機ちょっと近いですけどこれですね、この受信機を使って、で今僕に1台ついてるんでちょっと1個しかお見せできないんですけども、これですね、これが2個、このマイクが2個ついてて、これを使ってやってたんですけども、さっき見ていただいたみたいにこの受信機がつけないとダメで、あとこんな感じで今写真撮ったんですけども、写真を見ていただくとちょっと線をつながないとダメなんですよね。なんでちょっとこう撮影してる時にちょっとカメラレンズに入り込んでしまったりとか、いろいろあって、あとこうやってたくさん線をつけたりとかしないとダメなんですけども、なんかこのオズモポケット3に DJI マイク2を使うと電源つけるだけでつながるみたいなんで、ちょっと今からやってみたいと思います。その前にちょっとこのマイクロ SD を取り付けたいと思います。はい、マイクロ SD をつけるところがここですね。ここにこっち向きで押したら取り出せて、もう一回押すと入るっていう感じですね。でこれで電源もこれを回すだけで電源がつくって感じですね。こんな感じでつきまして、ここですね、512ギガの SD カード入れて18時間52分、この1080ですね、普通のハイビジョンで1080の60フレームで18時間52分撮れて、でこれを超えたかな、こう上に上げると 2.7K4K でフレームが60フレームとか50フレームとかいろいろ24フレームまで選べて、とりあえずこれの一番最大にすると最大でも9時間27分撮れます。あとはバッテリー次第ですけども、そんなに僕 4K ってあんま撮らないんで、多分これの60フレームでやって、でこれで横にすると電源つくので、電源つけたらもうこれで、これですね、ここの横のこの長押しですね、これ長押しするとついて、これで即マイクが接続されて、でこの上の緑のやつがマイクのレベルですね。こんな感じでマイクのレベルが、でこれで簡単にマイクも使えるので本当簡単ですね。で電源切るときはここでピ
ピッてやるだけで電源切れたりするんで、ほんとめちゃくちゃ簡単です。でちょっと今からこのオズモポケット3使ってちょっと外出て歩いてみたいと思います。今普通に歩いてて、ここの東大阪でも、うちの工場が木釣り5丁目っていうところで、東大阪市の木釣り5丁目6丁目ってそこそこ町工場が多くて、今もちょっともしかしたら音聞こえてるかもしれないんですけども、いろんな工場があります。なんで車通りもそこそこ多かったりして、ちょっと最寄りの駅までそこそこ車が多いんですけども、ちょっと歩道に歩く。ちょっと今からこの右手でちょっと iPhone 使ってみたいと思います。iPhone はハンドルなしなんで手で持ってるんで結構揺れるかもしれないですけども、それのちょっと参考になるから、参考になったらいいかなと思います。人車通りも多いし、路中もそこそこのな街ですけども、こんな感じですね。はい、今は普通に歩いてて、ジンバル機能があるので、こうちょっと手が今だるくなってきてて、気がついたら若干下向きなんですけども、カメラがちゃんと上向いてくれてるので、全然変な方向にカメラが向いてなくて、いつもやったら iPhone とか手持ちのスタンドっていうんですかで持って、ちょっと手がだるくなって下向いてたら普通に下向いて撮影したりとかするんですけども、これはジンバル機能があるんで、一応その真ん中のジョイスティックっていうんですか、スティックで映したい方向を決めたら、あとは持っとくだけでカメラがそっちの方向を向いてくれるので、もう全然普通に持ってるだけで全然大丈夫です。これ曲がるともう駅なんで、ほんとこれ今ずっと持ってて、おそらく確か 200g、 このオズモポケット3が 200g いかなかったと思うので、今左手で持ってても全然重たくなく、持ちながら10分ぐらい歩いてるんですけども、腕もそんなにだるくなく、めっちゃいい感じに撮影できてます。でこの高架を降りてこして左に曲がると、はい、こんな感じで今木釣り上北駅に着きました。ここで歩いて10分ぐらいなんで、うちの会社の最寄り駅が木釣り上北駅で、ここから徒歩10分ぐらいで着きます。はい、こんな感じでちょっと新しく買った工場見学対策みたいな感じで、工場見学のコメントとかで、ちょっとこう揺れて見にくいよとか、ちょっと酔うよみたいなっていうコメントをいただいて、確かに僕もそうやなと思って、今回ちょっと頑張ってジンバル機能付きのオズモポケット3買ってみました。こんな感じでちょっと見ていただいたみたいに、歩いた感じちょっと実際揺れてるかどうかわからないですけども、だいぶ揺れが収まって、皆さんに見やすい動画お届けできたらいいかなと思います。次の工場見学からはこれ使っていきたいと思います。オズモポケット3の詳しいことは概要欄に載せていますので、ぜひ確認してみてください。この動画が皆さんにとって少しでも役に立つと嬉しいです。ありがとうございました。